皆さんお待ちかね。ついにドラゴンガンダムを手にしたダーティ。いかなるウェザリングを施すのか。対するサイサイシーは最終秘伝を。出るか新流星誇張拳に。レディーゴー。どうもダーティです。今回は機動武闘伝 G ガンダムよりドラゴンガンダムを作中のかっこいいモビルファイターのように汚していきます。せっかくのプレミアムバンダイ商品なので成型色を生かして制作します。では一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組み。まずはゲートを少し残してカット。その後型番ニッパーできれいに2度切りしていきます。あとは説明書通りに組んでいきます。ゲート跡も目立ちにくい構成で秀逸なパーツ分けで合わせ目もないですね。フェイロンフラッグのエフェクトパーツも豊富でドラゴンクローの延長パーツやハンドパーツと組み立てた後も楽しめそうですね。本体もイメージ通りのかっこいいドラゴンガンダムで少し幼児体験なところもいいですね。で、ドラゴンクローは細かなパーツ分けで配色もバッチリです。で、全体的にも先ほど言った通りゲート跡や合わせ目などほぼ気にならないパーツ構成でそのまま艶消しを吹いただけでもかっこよく仕上がりそうです。ちなみにエフェクトパーツはブラックライトで光る蛍光仕様になっています。フェーズ2シャープ化ではいくつかシャープ化していきます。定番の V アンテナとドラゴンクローの牙の部分もしたいですね。あとフェイロンフラッグの先端をシャープ化していきます。まずはアンテナからニッパーでカットしてからヤスリで整えていきます。これぐらいに元々の形状に沿ってナチュラルになるように仕上げました。次はドラゴンクローですね。パーツを分解してヤスリで削っていきます。2本同時に行うと両方同じ仕上がりになります。前からと後ろからとヤスリでシャープにしていきます。この角のような部分も少しだけシャープ化します。こちらは後ろ側からのみ削りました。で、仕上がりはこんな感じ。上下の牙と角の部分ですね。比較するといかにも噛みついてくれそうな牙になりました。次はフェイロンフラッグの先端です。スポンジヤスリで回しながら尖らせていってもいいのですが、リューターを持っているなら先端にパーツをつけてヤスリに押し当てて削るのが楽です。仕上がりはこんな感じに。ついでにこのエフェクトパーツもシャープ化しておきます。これはニッパーで先端を両方向からカットするだけで完了です。少しの手間で印象が変わりますよね。フェーズ3パーツ処理ではいくつかパーティングラインが目立つところがあるので処理していきます。太もものパーツと足のパーツ、頭のパーツは下と上に。少し見にくいですがここはパーティングラインとゲート跡ですね。ではそれらをヤスリがけしてきれいに処理していきます。ヤスリがけが終われば 0.15mm のタガネでモールドの彫り直しを行っていきます。しっかりしたモールドは彫り直す必要はないのですが、主にこういったマイナスモールドの部分を彫り直していきます。ドラゴンガンダム自体はあっさりしているのでそこまで彫り直す箇所は多くないので割と短時間で済みます。フェーズ4部分塗装では一部のパーツに部分塗装します。まずドラゴンクローの頬の部分と眉間のワンポイント、ボディパーツのダクトとコアランダー、足のパーツに2箇所です。それらをエナメル塗料のブラックで筆塗りしていきます。今回成型色仕上げなので初めから吹き上げる前提ではみ出しなど無視して大胆に塗っていきます。で、塗っていく途中で気づいた箇所なんですが、コアランダーのサイド部分と肩アーマーの内側を追加で塗りました。
肩アーマーは内側にモールドがあるので、そこを境に真っ黒に塗りました。ではエナメル溶剤ではみ出した箇所を拭き上げていきます。で、溶剤で拭き取りにくい箇所はデザインナイフを使って塗料を削り落としていきます。仕上がりはこちらです。成型色仕上げならではの作業ですね。で、部分塗装の完了です。今回のように拭き上げ前提での部分塗装ではラッカー塗料を使うと若干表面を溶かしてしまうので綺麗に拭き取れないことがあるので、エナメル塗料か水性塗料がおすすめです。フェーズ5墨入れ。タミヤの墨入れ塗料のグレーとブラウンを使います。まずはブラウンから。今回色付きのパーツはすべてブラウンで墨入れしました。次に白いパーツをグレーで墨入れしていきます。墨入れが終わればエナメル溶剤ではみ出した箇所をきれいに拭き上げていきます。拭き上げが終われば水性塗料のプレミアムトップコートの艶消しを全パーツに拭いておきます。フェイズ6チッピング。今回はエナメル塗料のダークグレーでスポンジチッピングしていきます。塗料を希釈なしでスポンジにつけてペーパーで塗料を調節してからパーツにポンポンと押し当ててチッピングをつけていきます。エッジ部分を中心に広い面にも少しつけていきます。ガンダムファイトは殴る蹴るの戦闘が中心なので全体的にしっかりめにチッピングしていきます。あとはよく擦れそうな箇所をイメージしてチッピング作業をしていきます。そして足のパーツなどは一度分解して噛み合わせ部分の内側や継ぎ目の部分にチッピングしていきます。そのままで作業するとスポンジが入らず綺麗なままになって違和感が出てしまいます。あと作業するときは対になるパーツごとに汚していく方がバランスを取りやすいと思います。で、こちらチッピング後ですね。今回ダークグレーで作業したのですが、何色でするか迷ったらこれで大丈夫ってぐらい万能なので一つ持っておくといいかもしれないですね。特に白の部分が多いガンダム系などにいいと思います。今回目指すのはリアル感よりアニメっぽい仕上がりなので点描画っぽくなってしっかりとダメージ感も出たと思います。フェイズ7ウェザリングマスター。ウェザリングマスター D セットのオイルを使って汚しをつけていきます。付属のスポンジに顔料をつけてエッジを中心に汚していきます。コツとしてはスポンジを少し立ててパーツの面に密着させるのではなくエッジにこすりつけていく感じですね。そうすると必然的にエッジ部分が濃くなり、その周りにうっすらとぼやけて汚れてくれます。今回はこのワンパーツだけですが2倍速のノーカットでお送りしています。広い面のチッピングした箇所は軽く叩くようにつけて指でさっとこすってぼかしています。比較するとこんな感じで1分ぐらいでガラリと印象が変わります。この作業を全パーツに行っていきます。で、ウェザリングマスター B セットのすすを使って一部汚していきます。この長い湾曲したドラゴンクローの延長パーツなんですが、平筆にすすの顔料をつけてこの鱗のような継ぎ目にこすりつけていきます。すすはオイルよりも濃く色がつくのでこういう奥まって影になるところに向いています。これを一段ずつ作業していき、塗り終えればメラミンスポンジでぼかしていきます。奥まった箇所にはスポンジは届かないので自然に程よく陰影表現ができます。その後は先ほどと同じようにオイルで汚していきます。こちらが作業後です。この距離から見てもエッジ部分の輪郭がはっきりして立体感も出ています。で、ここで再び艶消しのトップコートを拭いておきます。フェイズ8ドライブラシ。エナメル塗料のチタンシルバーを使ってドライブラシをしていきます。
よく振った瓶から直接筆に塗料をつけて、ペーパーで塗料がほとんどつかなくなるぐらいまで拭き上げたら、パーツのエッジ部分にシルバーをのせていきます。胸のパーツなど一度外してから作業すると、パーツの間もしっかりとシルバーがついて、途切れて綺麗な箇所がある違和感を避けれます。あとは広い面には筆を押し当ててさっとこすると細かい傷の表現ができます。特に足のパーツなど細かい傷が多い方が説得力が増します。小さい段差のモールドにも少しシルバーをのせるとモールドの強調にもなります。あとは関節などのフレームにもしっかりドライブラシして、ハンドパーツも殴って擦れた感が出るので一つずつ作業しておきます。フェーズ9ツインアイでは、ツインアイをラッカー塗料の蛍光グリーンで塗装していきます。希釈なしで筆に塗料をつけて塗っていきます。はみ出しても大丈夫なので、ツインアイ部分にしっかり塗料をのせておきます。塗料が乾けばエナメル塗料のブラックを使ってツインアイの周りの熊取り部分を黒く塗りつぶします。これもはみ出しても大丈夫です。ブラックライトでツインアイ部分以外のはみ出した蛍光塗料を塗りつぶせたか確認して、塗料が乾けばエナメル溶剤でツインアイ部分だけきれいに拭き上げていきます。最後にもう一度チェックして完了です。ファイナルフェーズ組み立てでは、最後に頭部のメインセンサーとコアランダーに付属のシールを貼ってサクッと組み上げてコアランダーをつけて、では完成です。どうぞ。では比較です。今回は成型色を生かした製作で、手順もシンプルかつスタンダードにして、ウェザリング自体も簡単な作業で、傷の表現や汚れ、陰影を軽くつけてあまりリアルになりすぎないようにして、アニメでの熱いガンダムファイトを彷彿させるようにしました。もともとの造形が素晴らしいので、エッジ部分を強調して輪郭をはっきりさせるだけで締まりのある仕上がりになりました。ではアップです。足のパーツはほぼ白色で大きく、しっかりめに汚した方が全体のバランスは取れると思います。そして今回ウェザリングマスターの作業後にトップコートを拭きましたが、いつもはそのままで仕上げるのですが、ドラゴンガンダムは完成後も触って遊べるので、ウェザリングマスターが落ちないようにトップコートをしました。仕上がりとしては少し薄くなったので、もう少し濃くウェザリングマスターをつけても良かったですね。いかがだったでしょうか。今回はドラゴンガンダムを成型色ウェザリング仕上げで制作しました。G ガンダム系は気軽にシンプルな仕上げでも見栄えするので、初めてのウェザリングをする方でも挑戦しやすいと思います。何より熱い気持ちが蘇ります。で、もしこの動画が良かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。